アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。前回アヌビアス7を追加しましたが、さらに新しい水草を投入します。こちらのミクロソリウムプテロプスナローミニです。名前長いっすね。地元にあるアクアテイク E で2ポット買ってきました。ミクロソリウムっていう種類の水草はすごい惹かれてたんですが、結構葉っぱが大きくなっちゃうみたいで、ジャングルのようにするのはね、あんまり好みじゃなかったんですね。だけどアクアテイク E に行ったらこれがあって、成長しても背丈が10センチちょっとで、入荷もすごい少ないっていうことで即決しても買ってきました。このミニっていうサイズなら僕が水槽に入れたいイメージにもぴったりなんですね。そしてアヌビアス7と同じく下処理をします。詳しくは前回15番目の動画をご覧ください。まずはポットのカゴを外してロックウールを取り外します。カゴは前回ニッパーで切ったんですけど、ハサミで全然大丈夫ですね。ロックウールがアヌビアス7の時より茶色いのがちょっと気になりましたが、時間経ってるからかもしれないですね。なんか簡単にポロポロって取れましたね。そしていつも通り水草その前にでトリートメントです。詳細は14番目の動画をご覧ください。油膜を出てる様子をちゃんと撮ってなかったんで、これでちょっと油膜感わかりますでしょうか。で、今回は7分つけておきました。この辺もなんか勝手な感覚ですね。時間が経ったら水道水で洗浄しておきます。そしてアヌビアス7で知った通り、このミクロソリウムプテロプスナローミニもワンポットに細かい株がまとまって入っているので、これをほぐします。アヌビアス7より根っこがすごい細くてごちょごちょごちょって絡まってるんで、結構作業しづらかったですね。根っこが茶色くて下の茎の方も茶色いんで、どこをほぐせばいいのかちょっと分かりにくかったっていうのもあります。とにかくゆっくりじっくりやります。で、今取り除いたのが太いツルみたいなところで、こっから葉っぱが生えてくるっていうことなので、このままちゃんと確保しておきます。アヌビアス7の時に話したんですけど、自分が思う場所に小さい株を配置して、それがこう大きくなってったら理想のレイアウトになるように育成を考えてます。もうゆっくりで時間かかっても全然問題ないですね、僕は。で、ほぐした株も水道水で軽く洗い流してからタッパーにまとめておきます。もうこれはミスト式っていうより水耕栽培ですよね。すぐ石にくっつけたりしないのは、この家の水にちょっと慣れさせたいっていうことと、でミスト式がいつ終わるかこれわかんないんで、水耕栽培にしといた方が長期維持できるかなっていう僕の考えですね。こういろんなことを同時に全部バーってやっちゃった方が進んだ感があって気分はいいんですけど、問題が起きた時に原因がね、すごい絞り込みにくくなるんで、こうしてます。あくまでも僕の考えなんで、そこはお願いします。で、こういう風にやって、もしダメになっちゃうなら、経緯もね、勉強として見ておきたいですね。こんな風にすごい小さい株もあったので、これは小さいカップの方で育成しましょう。で、バケツに残ったのはね、なんか完全に枯れちゃったようなやつばっかりです。根っこの感じが、こういう風に細くてすごい絡まりやすい形状ですね。これほぐすの大変でした。話変わるんですけど、モスの近況です。配置からこれ1週間経ってるんですけど、まずウィローモスですが、量はね、全然増えた感じしないですね。ただね、これ、ツンツンこうやって起き上がってきてるんですよね。植物がこう光に向かって伸びていこうとするって考えると、これはすごいいい傾向だと思います。そして大事なくっつき具合なんですけど、ピンセットでこうやって軽く引っ張って、で、これなかなかつかめないのはね、老眼のせいですね。年食うとやだね、もう。ちょっとこれ映像では分かりづらいと思うんですけど、結構くっついてるんですよ。プレミアムモスの方もツン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 しても全然ずれないし、くっついてる手応え結構あるんですよね。全体がベタってくっつくっていうより、なんか2本ぐらい糸が繋がってる感じっていうか、動くんだけど取れはしないっていう手応えですね。1週間でこの感じっていうのは僕は順調だと考えてます。まだくっついてないところも結構あったので、急がずこのまま管理していきます。では、ミクロソリウムプテロプスナローミニを水槽に入れましょう。つってもタッパー置くだけなんですけどね。これでとりあえず水草は増えたんですが、この状態は栽培してる感がすごい強くて、見た目がすごい良くなったとかそういうのは全然ないですね。先に向けて今は我慢しましょう。ただ一つ考えなきゃいけないことがあって、それは栄養分のことです。僕は低所にソイルを使ってません。で、その理由はまだ説明しないんですけど、とにかく栄養分がこの水槽にはないんですね。僕が調べてまとめた考えでは、超微量だけ栄養分を補給するっていうことにしました。
こちらのトロピカ水草用液体栄養剤緑です。窒素、リン、カリウムとほぼ全ての微量元素を含んだ栄養剤って書かれてます。とにかく全部入った液体肥料を探していて、上畑のウェブサイトに載ってたんでこれにしました。これを霧吹きに規定量の 20% くらい入れて、スプレーの時に水分と栄養を同時に補給できるようにします。このスプレーボトルだと、規定量の 20% は 0.03ml なんで、本当に超少ないですね。20% の理由は、かろうじて栄養があるっていう感じで。僕のミスト式管理はスプレーする回数がすごい多いんで、ギリギリの栄養分で進めていく。藻類が出たり、水草が調子落とすなら増減して調整しようと思います。まあ、ど素人が生意気言ってるだけなんで、笑っててください。今、説明っていうのを全部してないのは、やり方の部分をこの時点で僕が説明するのはちょっと変だと思ってるからです。何にせよ、僕の考えの結末っていうのをね、いずれこの水槽で必ず見ることになるんで、まあその時にどういう結果になっても、僕の考えを全てお話しできればと思ってます。では今回使った金額です。ミクロソリウムプテロプスナローミニ1ポット1280円を2つ買って2560円。こちらはアクアテイク E で購入しました。トロピカ水草用液体栄養剤緑。これが940円。いつも使ってる水草その前にが182円。ここまで合計で118,024円使いました。モスが1週間で結構くっつき始めましたね。モス自体はあんまり成長してないんですけど、こうやって進歩が目に見えるのはね、すごいやっぱり嬉しいですよね。このミスト式ってはっきりした終わりっていうのはないし、慌てて注水してモスがね浮いてきちゃったらもう全部無駄になっちゃうんで、水草を含めてどういう風に育っていくのかを注意深く見ていこうと思います。で、アクアテイク E ですごい気になる水草見つけちゃって少し悩んでたんですけど、導入することに決めました。水草導入の動画が続いちゃうんですけど、初めてのアクアリウムで水草を買ってくるっていうだけですごい楽しいっていう気持ちを経験者の方にはね、ご理解いただけたらと思います。ということで次回、再びさらに別の水草を追加します。それではまた。